はいどうも、キースケです。今回はエンドフィールドの分かりにくいガチャシステムを今後修正したいという興味深い記事が出たんで紹介していきます。今回紹介する記事はゲームズレイダープラスという海外のサイトから出たもので、インタビューに応じたのはエンドフィールドのリード開発者ライアン氏です。概要欄にリンクを貼ってますから気になる人は見てください。それでは行きましょう。まずなぜガチャシステムを改善しようかと思ったかについて記載されているんですが、ガチャシステムに対する反応がアジアと欧米では違うみたいなんですよね。アジアではこういったガチャで収益を得るシステムに慣れていて、欧米ではあまり慣れていないそうなんですけど、そのガチャシステムに慣れているアジアでさえエンドフィールドの複雑なガチャシステムに難色を示したから改善を検討してるみたいです。今出ている改善案としては、まずゲーム内通貨の配布を増やすこと。これは分かりやすいですよね。無料で引ける報酬が今より増えれば、そもそも不満は減るだろうという考えだと思います。そして UI に通貨が多すぎて分かりにくいと感じているプレイヤーに向けて、通貨の一部を統合して分かりやすくしようという案です。今のエンドフィールドは原石からオロベルルに変換してガチャを引いたり、限定スカウト専用のチケットがあったり、工場スカウト専用のチケットがあったり、特定の限定オペレーター専用のチケットがあったり、武器ガチャを引くためのメダルがあったりと、確かにこう見ると多いですよね。これらの通貨を一部統合して分かりやすくしたらどうだろうということです。こういった取り組みが効果的かどうかをアンケートなどを通して受け取りたいとのことなんで、アンケートを提出するときはガチャに関する意見を送ってみてもいいかもしれません。ちなみにこれらのガチャ最適化は議論段階なんで、現時点で公表できる具体的な変更点はないと記載されています。他にもガチャシステムに関してライアン氏は、無料プレイヤーも含め全てのプレイヤーが全てのコンテンツを体験できるようにしなければならないと考えているそうです。そのため無料プレイヤーを含む全てのプレイヤーを監視し、どんなチームを使っているのか、戦闘でどのような困難に直面しているのかというのを把握しているとのこと。加えてプレイヤーが各バージョンで何回ガチャを引けるかを計算し、ガチャシステムがゲーム体験に与える影響を最小限に抑えるよう開発しているとのことなんで、ものすごくプレイヤーのことを考えていることがわかりますね。確かに今出ているメインストーリーのボスとか映像の記念碑のような高難易度コンテンツとか、無課金でもクリアできる調整になってますよね。がっつり育成した物理パーティーとか電磁パーティーでクリアできないコンテンツはないはずです。そういう考えを持った開発陣がガチャシステムを今後最適化させていくというのは期待が持てるんではないでしょうか。ここからは個人的な意見をいくつか話します。まず現状のガチャシステムに関して2つ不満点があります。強いてあげるならですけどね。まず120連の天井が引き継がれないこと。現状だと80連で星6確定、限定オペレーターは 50%、120連で限定オペレーター確定という仕様ですよね。この80連の方は次回のスカウトでも引き継がれて、そこで運よく 50% を引ければいいんですけど、毎回うまくいくはずもないですよね。なので120連で限定オペレーター確定に関しても、次回のスカウトで引き継いでくれれば嬉しい管理人は多いのかなと思います。続いて武庫申請に関して、今の武庫申請はスカウトを引いておまけでもらえる武庫配給で引くというのが王道だと思うんですが、武庫申請もオロベリル5000で10連引かせてほしいなと思ってます。一応原石1つで25個の武庫配給を獲得できるんですけど、
スカウトと比べると割高です。スカウトは原石約67個で10連。武庫申請は原石約80個で10連ですから、だいぶと割高ですよね。もちろんその分、スカウトで出たオペレーターによって武庫配給がもらえるんですけど、ここのレートは同じでいいんじゃないかなと思ってます。僕が不満に思ってるのはこの2つですね。ただ、この不満に関しては、正直我慢できるレベルと言いますか、エンドフィールドのガチャは他のアニメ調ゲームと比べて無凸で限定オペレーターを獲得するという点で言えば少し優しいレベルなんですよね。なので改善されないのであれば、まあそれはそれでいいと言いますか、我慢できます。あくまで今回最適化を検討してますよという記事が出たんで不満点を挙げさせてもらいました。で、今のところ限定オペレーターがいないとクリアできないというイベントもないですよね。よくある2凸からがこのキャラの本領発揮だみたいなものもないです。無凸で完成されているオペレーターばっかりですし、凸の恩恵も劇的に使用感が変わる調整はされてません。開発者がかなり意識して作っているのがわかります。なので、僕のような無凸でいろんなオペレーターを確保していくというプレイスタイルだと、今のままでも問題がないように感じるんですよね。ただ、たまにあるのが、スカウトで紙引きしてモチーフ武器に使う武庫配給が全然集まらなかったとかはたまにありますよね。そうなってしまうと、別に凸するつもりもなかったスカウトを引き続けるか、割高だけど原石を武庫配給に変換するか、モチーフ武器を諦めるかとかになっちゃうんで、そういった時の救済として原石から武庫配給に変換する時のレートは少し見直してほしいかなと思ってます。まあ紙引きしてる時点で文句言うなって感じではあるんですけど、そこで煩わしさを感じるのは事実なんでね。本当に改善してほしいのはそこぐらいですかね。いかがだったでしょうか。今回はエンドフィールドのガチャシステムが改善されるかもしれないということで紹介してみました。ガチャシステムに関しては本当いろんな意見があると思うんですよね。今のままで全然いいよという人から、少し改善してほしいなという人まで、遠慮なく皆さんの意見をコメント欄で聞かせてください。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は、高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。